皆さんこんにちは。サポートロボットの鹿です。このコーナーではもっと気軽に映画のストーリーを知りたい、興味あるけど2時間は費やせないという方向けに少しでも映画を見るきっかけになればいいなと思い紹介していきます。今回はこちら、大体やってるスターウォーズってこんな話、旧3部作新たなる希望編。誰でも名前だけは聞いたことのある超絶有名作スターウォーズ。しかし意外と見ていないという方は多いのではないでしょうか。制作年数も古いですし、シリーズものなので今から見るのはなかなか腰が重いと思います。そんな方にイラストを交えてざっくりストーリーを紹介していきたいと思います。スター・ウォーズはジョージ・ルーカスの構想をもとにルーカスフィルムという会社が制作するアメリカの映画です。遠い昔、遥か彼方の銀河系を舞台にしており、世界で最も興行的成功を収めた映画シリーズ、世界歴代2位の興行収入を記録しています。ちなみに1位はマーベル・シネマティック・ユニバース。スター・ウォーズは9つのエピソードからなっており、また4、5、6、1、2、3、7、8、9と不規則な時系列順で公開されているのも特徴です。今回はその中でも旧3部作の第1作目、新たなる希望の内容を見ていきましょう。舞台は遠い昔、遥か彼方の銀河系。かつて平和だった銀河系は銀河帝国という、簡単に言えば悪い奴らの支配下にありました。そしてその悪い奴らから平和を取り戻すため戦っているのが反乱同盟軍。そしてその反乱同盟軍が今最も恐れているのがこれ。帝国軍の宇宙要塞デススターです。惑星を一瞬で粉々にできる攻撃力を備えています。そしてこのデススターの中にいる帝国軍の総司令官がこの人。彼はスパイに盗まれたデススターの設計図奪還と反乱軍の本拠地の早期発見を命じられています。運悪く帝国軍に捕まってしまったこの人は反乱軍の指導者の一人、レイヤ姫。レイヤはあるドロイドに救援メッセージとデススターの設計図を託していました。そのドロイドというのがこの R2D2、そしてその横にいるのは C3PO。2体は捕まる直前、脱出ポットで砂漠の惑星タトゥイーンへと落ちていきました。タトゥイーンに着いた2体は託されたメッセージを届けるためある人を探し始めるのですが、運悪くその惑星のリサイクル業者に回収されてしまいます。ここで本作の主人公の登場です。彼はルーク・スカイウォーカー。おじさんとおばさんと一緒にタトゥイーンに住んでいます。ある日ルークはリサイクルショップから中古のドロイドを買うことになるのですが、その時買うのが先ほど回収された R2D2 と C3PO。 ルークが R2 の掃除をしていると、ふとした拍子にレイヤが託したホログラムメッセージが起動します。ホログラムメッセージを見たルークは恋をしてしまいます。その日の夜、砂漠の外れにベンケノービというおじいさんがいることを知った R2D2 は単身で家を抜け出していってしまいます。それに気づいたルークたちは後を追いましたが、その途中厳重のエイリアンサンドピープルの襲撃に遭ってしまいます。しかしそこに助けに現れたのが R2 の探していたベンケノービだったのです。そしてそのベンこそが名を変えて隠遁していたかつてのジェダイの騎士オビワン・ケノービなのでした。ちなみにジェダイの騎士とは銀河系の自由と正義の守護者。すごく簡単な言い方をするなら正義の味方です。オビワンの自宅に招かれたルークはある真実を知ります。そう、ルークの父親はオビワンの友人でありジェダイの騎士だったのです。そしてダース・ベイダーはかつてのオビワンの弟子であり、ジェダイを裏切り多くの騎士を殺害したといいます。オビワンはルークにルークの父親が使っていたライトセーバーを渡し、一緒にレイヤを救わないかと誘います。しかしルークはおじさんが許してくれないとその誘いを断り家に帰ります。そして家に帰ったルークがその時見たものは、帝国軍に殺されたおじさんとおばさんの無残な姿でした。もはやこの惑星にとどまる理由をなくしたルークは、父のようにジェダイの騎士になることを誓います。
ルークたちは宇宙港で密輸商人のハンソロとチューバッカを雇い、彼らの宇宙船ミレニアム・ファルコン号で帝国軍の追跡を振り切りながらもレイヤの故郷である惑星オルデランへと向かいます。その頃帝国軍に囚われていたレイヤは必要な尋問にも頑強に抵抗していました。業を煮やしたデススターの司令官ターキン総督は反乱軍の秘密基地の所在を吐かなければ故郷のオルデランを破壊すると脅し、レイヤはやむなく基地の所在を教えてしまいます。しかしターキンは見せしめとしてデススターの究極兵器であるスーパーレーザーでオルデランを破壊してしまったのです。オルデランに向けて航行していたルーク一行でしたが、その場所に着いた時、そこにあったのはデススターだけでした。そしてデススターのトラクタービームによって捕らえられてしまいます。デススターに取り込まれてしまい絶体絶命のルークたちでしたが、デススターの中にレイヤ姫が囚われていることを知り助けることになります。ゴミ処理場に落ちたり、トラクタービームの電源を切ったり、オビワンがダース・ベイダーにやられたり、なんやかんやあってなんとか脱出に成功するルークたち。帝国軍の追跡を振り切り、ファルコン号はレイヤの案内で反乱軍の基地のあるヤビン第4衛星へとたどり着きます。そして持ち帰ったデススターの設計図から弱点が判明し、破壊する作戦を立案。一方ファルコン号に追跡装置を仕掛けていた帝国軍はヤビン第4衛星にある基地の存在を突き止め、オルデランを破壊したスーパーレーザーの力を持って衛星ごと破壊しようとしていました。ルークは反乱軍の X ウィングレッド中隊に加わり、 R2 を相棒にパイロットとして戦場へと向かいます。しかしソロとチューバッカはもともとオルデランへルークたちを運ぶだけだったので、礼金を受け取ってすぐにいなくなってしまいました。反乱軍のパイロットたちは果敢にデススターに攻撃を挑むも、対空砲火をかいくぐっての直径2メートルへの弱点への攻撃は困難を極め、ダース・ベイダー自らが率いるタイファイター部隊によって次々と撃墜されていきます。デススターの攻撃開始が迫る中、ついに最後の攻撃担当となるルーク。その時、内なるオビワンの声に従って自動照準装置に頼らずフォースによって目標を捉えようとするルーク。しかし背後から迫るベイダーにより両機を失い R2 も損傷。絶体絶命と思われたその時、ここに来てファルコン号の出現。ベイダーの機体は撃破された部下の機体と接触し放り出されてしまいます。思わぬ救援によりルークは見事目標に攻撃を命中させ、デススターは大爆発、宇宙の木図と消えたのでした。ルーク、ソロ、チューバッカの3人は反乱軍一同の称賛の中、レイヤから勲章を授与されエンドロールとなります。いかがだったでしょうか、スター・ウォーズエピソード4。いやー、スター・ウォーズほんと好きで、舞台が宇宙なのはもちろん、メカ、あとバトル、あとライトセーバーとかジェダイの騎士とかそういう専門用語もかっこいいし、メカに関して言うとちょっとレトロなデザインがね、もうたまりませんね。この動画を見て少しでも興味持っていただけたら嬉しいです。そしてですね、このスター・ウォーズ、現時点での最新作であるスター・ウォーズエピソード9スカイウォーカーの夜明けが2019年12月20日に公開予定となっております。いやー、いよいよ続3部作の最後ですよ。旧3部作、新3部作ときて続3部作、合計9本のスター・ウォーズの締めですよね。僕個人的にこの続3部作は7、8とスター・ウォーズ好きだからこそっていうところがちょっとあったんですが、やはり3部作の締めでエピソード3は最高だったんですよね。なのでこのエピソード9もね、うまいこと締めてくれたら全てが丸く収まる。終わり良ければ全てよし。そんなエピソード9を期待しております。ぜひね、この動画で興味を持ってくれたという方は他のエピソードも合わせて見てみるとより最新作が楽しめるんではないでしょうか。
動画の感想や紹介映画のリクエストなどコメント欄にてぜひ教えてください。また今回動画で使用したイラストはファンボックスにて公開中です。ぜひ覗いてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。この動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、Twitter、インスタはやってないオンラインショッピングとファンボックスよろしくお願いします。みんな見てみてね。